この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、これができればプロ、絵のルール3つということで、サムネのこちらの絵は、先日僕がファウンデーションというサイトで発表した、ブリリアントシリーズの4番目の作品、Remember Your Color of Flower という絵なんですが、こちらの作品はオークション形式で販売して、ゼンボルトさんという方に 20.69 イーサ、日本円にしてなんと約700万円の価値をつけていただきました。ゼンボルトさん、本当にありがとうございます。でね、今回は別にこれを自慢するために動画にしたわけじゃなくてですね、これだけの価値をつけていただいたということは、この絵を入札してくださった方々がかなり絵を気に入ってくれたという証明だと思っているんですが、そんな風に誰かに強烈に好きになってもらえるような絵を描くにはどうすればいいのか。もっと言うと、他の人だけではなく、自分でもものすごく気に入った絵にするにはどうすればいいのか。僕が普段から意識していることが3つあるんですね。その3つのルール、今日は特別に教えちゃいます。もったいぶらずに、もう早速いっちゃいますね。いいですか？よく聞いてください。1、最初からうまく描こうとしない。2、自分でポーズをとってみる。3、完成した後で粘る。この3つのルールです。はい。いや、そうですよね。僕のチャンネルを見てくださっている方にとっては、結構、耳馴染みあるルールだったと思います。この3つ、僕がいつも口を酸っぱくして言っていることですもんね。なんだよ斉藤さん、またそれかよって思ったかもしれません。甘いです。それはその通りなんですが、でも実はこの3つのルールにはですね、まだまだ皆さんにお話できていない部分があってですね、それを意識しながらこの3つのルールを実行すると、めちゃめちゃ絵のパワーがアップするよっていう深掘りポイントが隠されているんですよ。斉藤さん、そんな大事なこと今まで隠してたのかよ。全部教えてくれるって言ってたじゃんって思う人もいるかもしれませんが、いや、僕もですね、今まで意識していること全部言語化できているわけじゃないので、やっていくうちに改めて気づくことって結構あるんですよね。今回のこの動画ではそんな僕自身ですらあまり気づけていなかった超効果的な深掘りポイント、言うなれば秘伝のタレの部分を皆さんに包み隠さず全部明かしていっちゃおうと思います。この動画を見ていただければ、うわ、言われたことやったら確かに絵がうまく描けた。それにみんなにいいねって言われる数が増えたような気がする。そんな効果を実感していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。1、最初からうまく描こうとしない。はい。まずですね、僕がこういう絵を描くにあたって、最初にやること、それは画面にいきなり絵を描いていくわけではありません。このコピー用紙ですね。これにエスキース、つまり下書きを描いていきます。縦10センチ、横7センチぐらいの四角を作ったら、そこにふにゃふにゃっとした線でいいので、下書きをしていきます。こんな感じでね、紙に鉛筆とかシャープペンとかでできるだけ適当に描く。しっかりとね、整えるんじゃなくて、こんな絵にしたいなーっていう頭の中にあるモヤモヤを形にしていくような感じで、動きやニュアンス、表情を捉えることだけに集中しながら下絵を描いていきます。コツはですね、最初からうまく描こうとは絶対にしないことです。うまく描こうとしないっていうのは、要するにデッサンを整えないってことです。顔がこんなに大きかったら変だよなとか、手の骨格をしっかりと描いていこうなんて基礎的なことは一切無視しながら描いていきます。よくですね、絵につくコメントで、この絵はデッサンが狂っているからダメだなんてね、物知り側のコメントよく見るんですが、はっきり言いますね。それはね、素人意見です。いや、ですね、デッサンが整っているか整っていないかなんて、絵の中の一つの要素でしかないんですよ。そんなのはもう後回しでいいんです。じゃあ何を意識して描いていくのか。この段階で何が一番大事なのか。それは一言で言うと、ワクワク感です。この下絵を描き上げたらめっちゃいい絵になるだろうな。そんなワクワク感がふつふつと湧き上がってくること。それが下書きをするときに何を置いてでも目指すべき感覚だと僕は思っています。そんなの当然じゃないって思う人もいるかもしれませんが、いや、これは実はそうでもありません。というか、これが結構難しいんですよ。よくですね、下書きをしているとこう思うことがあるんです。こうやって書いて、こうして、こうして、
あれなんか納得いかないな。いやでもそんなことないはず。今は適当に書いたからこれ微妙に見えてるけど、でもちゃんとこれ書いたらすごくなる予定だから、このまま進めよう。はい。覚えがある人多いと思います。それに僕もそう思っていた時期も結構ありました。ただですね、今まで何百枚と絵を描いていて思い知ったことがあるんです。これはちょっと身も蓋もない話なので覚悟して聞いてくださいね。言いますよ。今微妙だけどちゃんと描いたらすごい絵になる。これは完全にあなたの勘違いです。そんなことはめったに起こりません。下書きの段階で微妙な絵ってどれだけしっかりと書き込んでいっても、それはですね、しっかりと描かれた微妙な絵にしかならないんですよ。いい絵ってですね、もう下書きの時点でいい絵なんです。別にね、この時点で誰が見てもワクワクするような絵だとは限りませんよ。そうじゃなくて、ワクワクするのはこの時点ではあなただけでいいです。でもね、他の誰でもないあなただけには見えるはずなんですよ。もうね、ワクワクが止まんないの。うわー、ちょっと待って。この絵書き上げて発表したら、もう、すっごいいいねついちゃうかも。っていうか、10万いいね。いや、20万いいねとかついちゃうかもしんない。うわー、そしたら、明日みんなに褒められちゃうじゃん。やっべ。褒められた時のコメント考えとかなきゃ。もうね、そんな状態になっちゃうんですよ。いい下書きが書けたら、下書きで発生したそのワクワク感を、その後でデッサンとか構図とか、そういう他の人たちにも理解できる言語で他人にもわかりやすいように翻訳していく。そんな感じで進めていくんです。でもね、そもそも翻訳するにしても、その根っこの部分に翻訳すべきワクワク感がなかったら、何も伝えるものってないでしょ。その根っこの部分を作っていく。この大事な工程が下書きなんですよ。なので、僕が僕自身に課している一つ目のルールは、そういう妄想。妄想って言っちゃった。ワクワク感ですよね。そのぐらいのワクワク感が湧かないうちは、絶対に次の段階には行かない。それを何よりも意識しています。でね、1個目の下書きで運よくワクワク感が手に入る場合もあるんですが、そうならない場合も結構多いです。そんな時は諦めず何個も書いていくのが大事。絶対に見切り発車はしません。何個か書いているとね、やばい、これだったらいけそうっていうのが1個は見つかります。それが来たらやっと次に行く。これがね、超大事です。これはですね、今日初めにお伝えするポイントですが、実はこれが絵の力を上げる上で一番強力な方法ですし、これができている人って結構ね、少ないです。なので今日紹介するポイントの中でもこれだけ意識していただければ、あなたの絵が今よりも数段階魅力的になることは間違いなしです。ぜひ試してみてください。2、自分でポーズをとってみる。で、次にやることです。これも僕がいつも口を酸っぱくして言ってることですよね。絵を描くときには、そのポーズの写真を撮って、その写真を参考にして絵を描きましょう。はい。僕がこの絵のために撮った写真がこちらです。この写真を撮るときに意識すべき大事なポイントが2つあります。1つは写真を撮る順番です。すごく真面目な人はですね、写真を撮りましょうって言われると、おそらく真っ先に下書きを書く前に写真を撮ってそれを参考にちゃんと書いていこうとすると思うんですが、これはですね、思い出してみてくださいね。ちゃんと書くのはもう後でいいんです。下書きの段階はあくまで自分の中だけでワクワク感を増幅する作業。これをね、やればいいんです。最初からね、ちゃんと書く必要はありません。なので、写真を撮るのはその後、下書きが終わった後に写真を撮ってください。さっきね、書いて超ワクワクした下書きあるじゃないですか。その下書きに沿って絵の構図を意識しながら写真、これ正確に言うとですね、写真じゃなくて動画を撮るのが一番いいんです。写真ではなく動画を撮ること。これが今回の大事なポイント2つ目ですね。見てください。これちょっと恥ずかしいんですが、これが僕がやっているやり方です。こんな風に下絵に沿ってポーズを撮るんですが、微妙にね、ちょっとずつ手の表情だったり体の傾きを変えていって動きながら動画を撮っていきます。こんな感じで。はい。そしたらですね、保存した動画を再生していって、この手のポーズいいじゃん。この体の角度いい感じ。っていうところを見つけて、そしてスクリーンショットを撮って、その写真を絵の参考にするんです。このように動画を撮ることによって、下書きの時点ではあまり詳細に想像できていなかった手の角度や微妙なニュアンス、こうしたらもっと良くなるかもっていうプラスのアイディアが浮かんでくることが多々あるんです。
です。言うまでもなくね、自分は男だけど、描いているのが女の子の絵だとしたら、骨格をそのまま模写するのではなく、あくまで参考程度にするのはお忘れなきようお願いしますね。まあでも、こういうことを言うと、動画はさすがに恥ずかしいな。写真でもいいじゃんって思う人もいるかもしれません。撮り慣れた人だったら写真でもいいかもしれませんが、ただですね、パシャッと写真を撮っただけだと、あんまりですね、気に入ったポーズにならなかったりするんですよね。写真でいいポーズを撮るのって、やってみるとわかると思うんですけど、結構難しいです。でもこうやって動画を撮ることで、言ったら何百枚、何千枚の中からベストな1枚を選んだことになるので、写真を撮られ慣れていない素人が理想の参考写真を自分で撮るには、この方法が一番の方法だと僕は思います。ちなみにこのポーズの場合には両手が必要なので、そうすると一人で撮れないから誰かに撮ってもらわなきゃ。でもこんな恥ずかしい写真誰かに撮ってもらうのやだな。なんてこともあるじゃないですか。そんな時にはこちら、自撮り棒ですね。この自撮り棒にスマホを装着して、で、こんな風に三脚になるタイプも売られていますから、こうね、立てかけて、で、録画ボタンをポチッと押したらポーズを撮っていく。そうすれば一人でも撮影可能です。もし、どうしても写真がいいっていう場合には、この遠隔シャッタースイッチですね。これを地面にこう置いて、で、ポーズを撮ったら足でパシャッとシャッターを切る。これでも両手でポーズを撮った自撮り写真を撮ることが可能です。この作業は下書きで膨らませたワクワク感を実際に画面に落とし込むための、自分以外の人に伝わりやすくするための翻訳作業のような役割があります。この工程を挟むことで自分の中だけに存在していたワクワク感が圧倒的に人に伝わりやすくなるんです。ぜひこの考え方取り入れてみてください。3、完成した後で粘る。そして今日紹介する最後のコツ。これができればプロ。絵のルール3つ目は、絵が完成した後に粘ることです。以前から僕は絵が完成したらすぐにその絵を投稿するのではなくて、一晩絵を寝かせるのが大事だよという風に言ってきました。完成したらその作品から一旦目を離して1日ぐらい置いといて、その次の日に改めて新鮮な目で眺めてみると、違和感があった場合にはそこに気づきやすくなるよという意味でした。あくまでね、悪いところがあったらそこに気づいてそれを直すことができるみたいな意味合いが強かったと思います。もちろんね、これは間違いではありません。決して間違いではないんですが、ただ本当にベストな作品を目指す場合、あるいは今以上に自分の絵を成長させたい場合には、実はこれだけじゃ甘いんです。一晩寝かしたらですね、必ず、そうです、必ずどこかを修正する必要があります。よくですね、こういう人がいます。一晩経って見てみたらどこも変じゃなかった、よかった。これで完成。はい。これはですね、もう全然間違いじゃありません。むしろ理想的な着地の仕方です。ですが、いいですか？もし、ここから先もっと成長したい。もっといい絵が描けるようになりたい。そう望む場合、ここで作品を完成とさせてしまうと、めっちゃもったいないです。なぜかっていうと、今のあなたは下書きでワクワク感をこれでもかっていうぐらい貯めて、そして写真まで撮って、そのワクワク感を咀嚼し、他の人に何とか伝えるために努力してきました。言ったら今があなたの能力値の限界、上限のところまでもうやっと力を振り絞ってようやくたどり着いた状態です。もうあなたはもうヘトヘトです。ここでやめたくなるのは当然ですし、ここでやめても十分にやりきった状態でしょう。でもね、考えてみてください。ここで毎回止まってしまっていたら、この先にはどうやって行くんですか？いつまで経っても行けなくないですか？じゃあどうやってこの先に行けるようにするのか。もうね、ヘトヘトです。持てる力すべて振り絞った状態。でも、ここでもできるだけ粘って、まだいけるはず。俺の絵はもうちょっとだけ良くなるはず。そう思ってここからもう一段階、この絵をより良くする方法も無理やり考えてみるんです。そして実際にどこか変えてみるんです。これがですね、実際に僕がこの段階で試行錯誤した部分です。やったことはね、ちょっとです。目の輝きをちょっとだけ上げて、でね、髪の毛のハイライトを2本だけ追加しただけ。もうね、それだけなんですが、でもね、それだけでも自分の中では大きな一歩だったと思っています。絵の存在感が
アップしたからです。もちろんね、この最後の一歩は人によって全然違うと思いますし、ここを直せばいいなんていうことは確実には言えませんし、もうなんならですね、粘ったからといってそれが必ずしもいい結果につながるのかというと、そうではありません。1日粘ってみたけど結果的には粘る前の方が良かったなんていうこともあります。でもね、それはそれでいいんです。今試した方法では自分の絵に良さを追加することはできないことが分かった。それだけでも前進したことになるからです。次はね、別の方法を試せばいいっていうことですよね。この方法はもしかしたら1回では効果を感じられないかもしれません。ですが、そうやって徐々に自分の限界を引き上げていくことで効果は確実に蓄積します。ちょっとずつ自分の限界に挑んで、そしてちょっとずつ階段を上り続けてきたあなたは、ある時点でふと気づくことになるでしょう。毎回必死で積み重ねてきたほんのちょっとの一歩が積み重なって、そしていつの間にかものすごく高いところまで自分が登ってこれていたことに。あれ？なんか俺めちゃめちゃ上手くなってない？以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回は絵を良くするコツ、大事な部分だけをかいつまんで3つ詳しくお伝えしてきましたが、そこは分かったんだけど、もうちょっと全体的な話を聞きたい。絵の始めから終わりまでの工程が知りたいよ。そういう人も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、完全解説、作業工程を丸々すれば絵は確実に完成するがおすすめです。絵をどうしても完成させられなかったけど、この動画を見たら完成まで難なくいけた。そんな方からも多数コメントをいただけている動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。大切な情報を忘れずお届けするためにベル通知音の設定もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。